昔の人はなぜ水筒を持たなかったのか。井戸と湧き水があった時代。導入。あ、水筒を忘れた。夏の朝、畑へ向かう準備をしていたあきらくんは玄関先で立ち止まりました。あ、しまった。家の中へ慌てて戻ります。あかねちゃんが不思議そうに尋ねました。どうしたの？あきらくんは少し焦った顔で答えます。水筒を忘れたんだよ。今日は暑くなりそうだからね。するとあかねちゃんは微笑みながら言いました。ねえ、あきらくん、昔の人もみんな水筒を持ち歩いていたと思う。あきらくんは即答します。もちろんだよ。だって喉が渇くじゃないか。その横で虎がなぜか得意そうな顔をしています。実は昔の人たちは現代人ほど水筒を持ち歩いてはいませんでした。今回はそんな昔の人と水との関わりについて見ていきましょう。第一章、井戸は暮らしの中心だった。昔の日本にはたくさんの井戸がありました。村の中、町の中、農家の庭先、人々の暮らしのすぐ近くに井戸があったのです。朝になれば水を汲む、料理をする、洗濯をする、そして喉が渇けば水を飲む。井戸は単なる設備ではありません。生活そのものでした。あきらくんは驚きます。じゃあ水を持ち歩く必要がなかったんだね。あかねちゃんはうなずきます。今よりずっと水が身近にあったんだと思うよ。第2章、湧き水を知っていた人たち。山の近くには湧き水がありました。冷たくて澄んだ水。昔の人たちはどこに湧き水があるのかをよく知っていました。農作業の途中、山仕事の途中、旅の途中、人々は湧き水で喉を潤していたのです。あきらくんは感心します。今で言う給水所みたいだね。あかねちゃんは微笑みます。そうかもしれないね。しかも自然が作った給水所だよ。風の音、鳥の声、冷たい湧き水。昔の人にとってそれは当たり前の風景でした。第3章、旅人はどうしていたのか。江戸時代の旅人たちは何日もかけて街道を歩きました。ではその間の水はどうしていたのでしょうか。街道沿いには茶店がありました。井戸がありました。休憩所もありました。旅人はそこで休みながら水分を補給していたのです。今のコンビニやサービスエリアに少し似ているかもしれません。あきらくんは驚きます。昔の人ってちゃんと休める場所があったんだね。人々は歩きながら水を得て情報を交換し交流していました。旅は人と人をつなぐ時間でもあったのです。第4章、水を持ち歩く時代へ。やがて時代は変わります。人口が増え、都市が大きくなり、暮らしも変化していきました。かつて町のあちこちにあった井戸は少しずつ姿を消していきます。湧き水を利用する機会も減りました。そして人々は必要な水を自分で持ち歩くようになります。水筒、ペットボトル、スポーツドリンク。今では当たり前の光景です。あきらくんは言いました。そうか、水を持ち歩くようになったのは
水が遠くなったからなんだね。あかねちゃんはうなずきます。便利になったけれど暮らし方も大きく変わったんだと思う。第5章、なぜ現代人は飲み物を持ち歩くのか。現代人は外出するときに飲み物を持つことが当たり前になりました。特に夏は熱中症対策も必要です。それはとても大切なことです。でも少し考えてみると、昔の人と現代人では暮らす環境そのものが違っています。舗装された道路、アスファルトの照り返し、冷房の効いた建物、車での移動。昔の人が歩いていた木陰の道や自然の風が通る環境とは違います。あきらくんは言います。同じ夏でも昔と今では環境が違うんだね。あかねちゃんは微笑みます。だからこそ昔の知恵をそのまま真似するんじゃなくて、どうしてそうだったのかを知ることが大事なんだと思う。虎は縁側で気持ちよさそうに昼寝をしています。昔も今も涼しい場所を見つける知恵は変わらないのかもしれません。最終章、便利にはなったけれど。夕暮れ、畑仕事を終えたあきらくんたちは小さな川のほとりを歩いていました。水面には夕日が映っています。あきらくんは静かに言いました。昔の人は水を持ち歩かなくても暮らせたんだね。あかねちゃんはうなずきます。それだけ身近なところに水があったんだと思う。井戸、湧き水、小川、三味線。昔の人の暮らしは水とともにありました。もちろん現代の方が便利です。安全な水道もあります。水筒もあります。でも便利になったからこそ忘れてしまったものもあるのかもしれません。水のありがたさ、自然との距離、地域のつながり。あきらくんは川の流れを見つめながら言いました。水ってただ飲むだけのものじゃなかったんだね。あかねちゃんは微笑みます。昔の人は水を買う暮らしじゃなくて水と一緒に暮らしていたのかもしれないね。虎は川辺で大きく伸びをしました。澄んだ水が静かに流れています。その流れは昔も今も変わりません。昔の暮らしには未来を生きるヒントがまだたくさん残っているのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。